はい、どうもこんにちは、ゆかりです。というわけでですね、本日はちょっと特別なお洋服を日常着にしてみたらどうなるのかということで購入した豆黒ゴーチのブラウスと、あとおそらく長く大事にしてるもの、バッグとか、あとコートかなのなんかお話とかを動画としてお届けしたのではないかなと思うんですけれども、いやー、そうなんです。豆黒ゴーチのですね、ブラウスをちょっと久しぶりに購入しました。ブラウス、めちゃめちゃやっぱりこれ、生地が綺麗なんです。ということでですね、購入してしまったんですよね。でね、このブラウス、なんかその制作の背景とか以外にも、私的にはやっぱりデザインがドンピシャだったので、もうこれだっていう感じにしたんですけど、それがね、ちょうどここが開いていて、ボタンが横にあるっていうのがね、普通のブラウスだったらやっぱり真ん中にボタンがあるので、私の好きなネックレスとよくバッティングしちゃうので、なのでやっぱりあんまりシャツとか着ないのかなって思ってたんですけど、この豆のブラウスは横にボタンがあるので、毎年なんか買おうかなって悩んでる感じのデザインではあったんですけども、今年のこの感じはめちゃめちゃ好きだなと思ったので、ちょっと思い切って購入いたしましたが、生地がねレーヨン 100% なので、これどうしようかなっていう感じなんですよね。レーヨン 100%、ユニクロのレーヨンとか別に洗えちゃうし、私この前もこれも愛用してる MM6 のレーヨンのブラウス、これ洗濯機入れちゃったんですけど、全然普通に生きておりまして、この子たくましいなって思ったんですけど、なので私あんまりレーヨン100だから縮むっていう経験をしたことはないんですけど、ただちょっとこの豆のブラウスに関してはジャカート織りだし、めちゃめちゃ繊細そうなので、さすがにちょっと洗濯機は掘り込めないだろうなとは思ってるので、これね、どうやってお洗濯というか洗おうかなっていう感じなんですけど、基本的にレーヨンってお水に弱いので収縮しちゃうのでね、水に濡らしてはいけないということで、ほぼドライ扱いのものが多いと思うんですけど、ただ私あんまり今までそこまで気にするお洋服がなかったので、割と洗濯機プラス MR で洗ってたんですけど、これはちょっと怖くてなんかもし洗ったことある方いたら教えてほしいんですけどでもちょっとこれを洗えないので、手洗いでいけるのか、でもクリーニング毎回持っていくとかも無理なのでね、どうやってちょっとお洋服と向き合っていこうかっていうのも含めて、特別なお洋服を日常着にしたらどうなるのかっていう視点で、今年の春はなんか実験したいなということで、思い切ってこのテンションの上がるブラウスを購入したという感じになっておりますので、もうちょっと暖かくなってきたらこのブラウスを日常着、もう1着ぐらいカットソーとかをね、日常着アイテムとして足そうとは思ってるんですけど、でもそういうのをメインできたらどうなるのか、気持ちの面とか、なんかその物との向き合い方とか、なんか変わるのかっていうのを今年はちょっと実験したくなったので、そんな感じで過ごしていこうかなと思っておりますので、もう私の春のお買い物はきっとこれでほぼ終わりかなと思っておりますが、いやいや、皆さんは春物何かお買い物されましたでしょうか。でも2月ぐらいになるとね、春物ウキウキお買い物したくなっちゃうタイミングだと思うのでね、いろいろ買われてる方も多いのではないかなと思うんですけど、私はちょっと今年はこのブラウスと向き合って過ごしていこうかなと思っております。とはいえね、これを着て料理するかって言われると絶妙に微妙だなと思って、いやーどうしようっていう感じなんですけどね。でもなんか去年もそういう気持ちで買っていたジルサンダのパックティーは、もう夏の終わりぐらいはジルサンダのパックティーで別に調理しても何も気にならないぐらいもう生活に馴染んでいたので、お洋服がこのブラウスもそこまでいくかっていう感じなんですけど、ちょっとねお値段が全然違うので、私ちょっとひよってそこまで振り切ってできない気はしてるんですけど、ただこれがね素敵なブラウスでございまして、ちょっとそんな生活を実験してみたいなと思っております。
それに合わせてね、私が大事にしているものたちのなんか動画もお届けしたりしたんですけど、やっぱりね、私このバッグが一番好きなんですよね。ロイベのパズルバッグね。もう最近びっくりするぐらい定価上がっちゃってて、持ち歩くの最近怖くなってるんですけど、でもやっぱりこのバッグ何年前だ、3年前ぐらいかなに買ったと思うんですけど、買っててよかったバッグだなって本当に思ったりしておりますので、大事にねお手入れしながら使ったりしてるんですけど、まあそんなこんなんでね、今年はちょっとやっぱりそういうものとの向き合い方を大事に過ごしていきたいなと思っているので、なんかこう安易にこう物購入しました系の動画は減るかなとは思ってるんですけども、まあそんな感じで日常とか哲学というのかをお届けしたいなと思っておりますので、こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。いやー、もうそろそろ2月中旬なので、なんかもう春めいてきましたね。今年なんかちょっと西日本の方が寒いらしいですけど、東日本、東京の方結構あったかいなって個人的には思っているので、いやーもう春だなということで、いやいや、なんかやっぱり季節の変わり目になるとお洋服変わってくるから楽しいですね。と、そんな感じでございますので、またよろしければ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。